皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は12月大歌舞伎初日に来ました。今月は1部2部3部の3部制です。夜まで全て見ます。そして恒例のランキングをお届けします。今回は1位から3位をお届けします。それでは12月歌舞伎座に行ってみましょう。レッツゴーということで、今月のランキングをお届けします。なお、私のランキング、あくまでも私個人が見た直後に感じたまま、私のドーパミンがどのぐらい上がったか、そしてもう一度見たいかという基準でつけてます。皆さん、一幕見席の参考にしてください。6つある一幕見席のどれを見るべきかという参考のために作ってます。自分の目で最後は確かめてください。それでは1位から3位をいよいよ発表します。本当にこれ非常に難しいです。いろんな意見があるでしょうから、皆さん私のあくまでも参考にしてください。第3位悩みますけど、天守物語です。歌舞伎という観点ではあまりにも強化ワールド、玉三郎ワールド、今天守物語が終わりました。いやー、市川團子さん熱演でした。汗をびっしょりかきながらこの図書之助を玉三郎さんと一緒にやりきりました。最後幕が降りるとき、満足そうな微笑みがありました。最後ハッピーエンドです。この筋書きを見ると、玉三郎さんの言葉に実際に團子さん演じる大和尊を見て、そして團子さんに相手役をお願いすることを決めたそうです。玉三郎さん曰く、図書之助という役はまだ役者のイメージが固まる前の人に教えたいということもあるそうです。いや本当久しぶりに團子さん見ました。ずっと彼、大和尊であちこちを回っていたんで、全然今年見る機会が後半ありませんでした。そして実は先代猿之助さんが1965年に実は図書之助を演じていたそうです。そういう王さんが演じていた、それを團子さんが、孫の團子さんが演じる。そして今回玉三郎さんに見出される。で、役のイメージ、確かに今日も汗びっしょり、でも素敵な声をしてますね。本当にまっすぐな心を持ってる、まっすぐな目を持ってるという役に合ってました。いやー、本当に独特の世界観、泉鏡花の世界観、そして玉三郎さんのワールドというこの天守物語でした。最初の音楽、まるでホルストの惑星、それもシンセサイザーで演じる富田勲の惑星を聞くような不思議な音に包まれました。そしてどんちょうに月が映る、月がゆっくりと変化するというところから始まります。そして今回久々に富姫を玉三郎さんがやりました。まさに玉三郎さん、團子さんに教えたいからやるというふうに言ってます。逆に亀姫は前回富姫をやった七之助さんが演じました。いや、この2人の美しい世界、ある意味女性同士の愛も感じるような、しかも玉三郎さんのそうだわねとか、そういうゆったりとした言葉の世界、そういう女性同士の仲睦まじい姿、そしてその中に七之助さん、と持ってくる首、よかなの首のような贈り物をもらう。そしてそれを2人で喜ぶ。そして後半は一転、亀姫が帰った後、白い鷹を取ってしまった玉三郎さん、富姫、そしてそれを失ったことによって腹を切ることを迫られている図書之助で、図書之助さが許されて、でも鷹を探しにこの姫路城、白鷺城の5階まで来ると。でもそこで運命的な出会いをするということで、2人は一目で恋に落ちるけども、でも
この身分制度、主を思う心の図書之助、一旦富姫の元から下に帰ってく。でもそのお土産がお前は裏切ったというふうに疑われて、再度富姫の玉三郎さんの元に帰ってくる。お互い行く場所がないと。そして下から攻めてくる富姫は図書之助を隠す。そしてその獅子が戦う。獅子が目を刺されて、この天空の富姫、そして図書之助、そしてみんな目が見えない。でも最後は獅童さん演じるこの獅子を彫った彫師が目を再度彫ってみんな見えるようになるということで、図書之助と富姫はまっすぐな愛、その人間のむごたらしさ、いさかい、上下関係、こういうものに縛られない愛を語り合って終わりました。ということで、いや、この玉三郎さんの世界が好きな方、もう本当音楽はずっと現代風の音楽、少し不協和音も交えた音楽が流れます。無音も長い、無音が本当に長いという玉三郎ワールドでした。途中、お客さんの、どういうお客さんの層が集まっているかに日によって違うんでしょうけども、少し2階にいたんですけども、図書之助と富姫の愛がストレートすぎて、少し笑い苦笑も出ていました。ちょっとそこら辺は日によって違うと思います。現代の人が見ると少し恥ずかしくなるようなストレートな愛、たった一度の恋なのよとお互いに言う、そういうところの感性の問題でしょうか。とはいえ本当にいい玉三郎ワールド、そして團子さんの熱演に浸れる天守物語でした。第2位は嵐の夜にの後半です。今嵐の夜にの第3幕後半が終わりました。いやー、悔しいけど感動しました。正直に言って、なんでこの絵本に感動しなくちゃいけないのかと、俺は感動するもんかというところもあるんですけども、最後ガブの獅童さん、そしてメイの菊之助さん、この2人の仲の良さ、いやー、菊之助さんがこんなに演技の後半で嬉しそうな顔してるの見たことがありません。まさに仁左衛門さんと玉三郎さん、仁左衛門さんとやる時の玉三郎さんのように、神田祭りのように自然に微笑みが出てるという気がしました。瞬間でも、そして芋線は女定金の時もツーンとして笑わない菊之助さん、笑わなくてもいいんですけど、表情の変化が欲しいなっていつも実は思っていたんですけども、その菊之助さんがとても表情豊かでした。前半の時の感想でも言いましたけども、本当に2人の信頼関係強いんだなと、これは私生活でも強いんだなというふうに思わせる素晴らしい息のぴったりではあった2人に感動してしまいました。後半はガブとメイのこの友達関係に気づいた周りが2人を捉えようとする。そして松緑さんがやる狼の親分の義路は自分の耳を再生するためにも姫を捉えようとする。そんなとこに立ち向かっていく2人、そしてヤギの軍団、そしてその間に捕らえられたガブを助けに行くメイ、その中の牢屋のガブとメイの言葉、横笛が流れてきます。横笛に乗せて、メイと真実の友達になりたいでヤンス、このヤンスという言葉が最初は気にかかっていたんですけども、ここの言葉になるとまるで川竹黙阿弥の七五調の言葉のように心地よく、しかも分かりやすい日本語なんで心にスーッと入ってきます。どうかおいらを許してくれと、ガブは私の友達よという2人の本当に真に迫る心の明かし合い、素晴らしかったです。そして義路を
ガブが倒す、一緒に雪の山の中に消えていく。そこに布で表してましたけども、雪崩が2人を襲う。そこで気づくメイがふっと気づく。そうするとガブが穴から出てくる、雪の中から出てくる。食べようとする出刃包丁を振り回す。でも嵐の夜にと聞いた瞬間にふっと我に返る。嵐の夜に、そして大切な友達という言葉に反応する。2人で記憶を思い出す。いやー、本当に素敵でした。そして記憶の戻った2人、嬉しそうに花道を消えてきます。最後、獅童さんの花道の6歩、まるでロックのミック・ジャガーのようでしょうか。そんな派手な6歩で消えてきました。で、余韻を残して終わりました。南座で前回やった時は、その後獅童さん、この嵐の夜を本当に古典にしたいと、50年後もきちんと演じられるようにしたいという思いをカーテンコールで言ってましたけども、今回は余韻を残して終わりました。いや、本当に素晴らしいということで、ぜひこの嵐の夜にご覧になる方は一幕見席でもこの前半から見ることをお勧めします。いやー、本当に笑顔の菊之助さん、表情の豊かな菊之助さん、素敵です。ということで、嵐の夜にレポートでした。そして栄えある第1位、今月の第1位は七之助さんの詐欺娘です。おめでとうございます。今、七之助さんの詐欺娘がおりました。いやー、心は静かみにされました。すごいなという、もうため息と胸が詐欺娘の一生を考えると締め付けられる。でも最後に七之助さんの詐欺娘の終わり方、実に清らかな顔をして終わりにしたような気がします。神々しかったです。本当にこの詐欺娘玉三郎さんの時に結構一幕見席で通いました。 DVD もなってたりします。基本的には玉三郎さんの詐欺娘の方を踏襲していると思います。最初にこの綿帽子をかぶって詐欺娘が上がってきます。その時にちらっと唇から赤い紅が見えます。少し志の輔さん、この唇の赤い紅、あとちょっと頬も赤かったと思います。なんかそこが結構クールな玉三郎さんに、本当に人間を超している玉三郎さんに比べて、人間が演じてる、でも人間だから人間なんだという、詐欺よりも娘というところが強い志の輔さんの詐欺娘だったと思います。いや、本当に最初唇だけ見える、どんな女性なんだと。で、そこでパッと志の輔さんの顔が見える。きちんと綺麗な、でも大人の女性という感じがしました。そこから傘を置いて、そして町娘のところに入る。いやー、赤いいい着物で昔を思い出しながら踊る。少し丁寧に丁寧に丁寧に踊っていたような気がします。例えば足の上げ方なんかも少し大きめにはっきりとされていたように思います。いやー、でも昔を思い出す。そしてあと傘尽くしのところも玉三郎さん何回か傘を浮かせていたような気がしますけども、志の輔さんは1回浮かせていました。でもふわりと綺麗に浮かせていました。緑から赤い着物に戻り、その赤い着物に戻って傘から顔を出すとこ、いやー、そこ怒り悲しみ、指を少しだけ見せていろんな振り返りをすべて、まとめる。そして最後もう一度傘に沈んでぶっ返りで真っ白な詐欺に戻る。詐欺に戻ってから雪の中を舞い踊る様、なんか怒りと悲しみ、そしてなんか振り返るような、目、
すがるような目、そういう目をしていたと思います。いや、その目の表情が志の輔さん本当に素敵だと思います。目と顔の表情、ぜひオペラグラスでご覧になってください。そしてのけぞって、素晴らしくのけぞって、でももう一度起き上がると悲しい表情をするんですけども、本当に最後、清らかになるんだな、こういう呼り方もあるんだな、清らかな目をして表情をして、そして目を閉じて終わりました。紫式部の源氏物語を玉三郎さんで見たときに、葵の上に取り付く玉三郎さん、その六条の見やすどころの怨念、きっと人生いろいろあるでしょう。ああいう怒りに震える時もある。でも最後は全て浄化されて終わったところが、この詐欺娘、志の輔さんの詐欺娘のすごいところだと思います。ということで、志の輔さんの詐欺娘、心をわしづかみにされました。ということで、今月もランキングをお届けしました。ぜひ皆さんいいね押していただいて、私を応援してくださると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。そしてぜひ皆さんいろいろご意見教えてください。ぜひ語り合いましょう。ということで、今日は12月歌舞伎座初日からお届けしました。いや本当に見応えのある月です。歌舞伎 YouTuber の電脳ワフでした。これからもごひいきによろしくお願いします。それではまた。